弟の武雄に祝い金として700万渡そうと思ってるんだ。休日の昼下がり、実家で弟と会っていた夫の文雄が帰宅した直後に切り出したのは、そんな予想もしない提案だった。近々、義弟が結婚することが決まり、祝儀を渡したいそうなのだが、その額は700万。そのあまりにも大きな額に血の気が引いていく。理解が追いつかず戸惑ったが、私は必死に首を横に振る。そんなまとまったお金なんて用意できるはずないでしょ？何言ってるんだ。できるじゃないか。母さんの遺産で余裕だろう？悪びれる様子もなく笑いながら言った文雄。しかし私はその言葉に口を半開きにしたまま凍りついた。なぜ文雄が私の母の遺産のことを知っているのか。頭の中が真っ白になり、とっさの反論が出てこない。どうして文雄は同じ屋根の下で暮らす私ではなく、すでに自立して長い義弟の肩をそこまでして持つのだろうか。ふざけないで、と声を絞り出した私に、文雄は申し訳なさそうにするでもなく言った。弟の結婚祝いは盛大にしてやりたいだろう？だから700万。お前が用意してくれ。頼むよ。私の名前は牧野鈴子、60歳。現在は2歳年上の夫、文雄と2人暮らしをしている。私たち夫婦には息子が2人いるのだが、彼らは就職が決まったタイミングで家を出た。今ではどちらも結婚しており、それぞれの家庭を持っている。まだ孫の顔は見れていないが、息子たちは時々奥さんと一緒に家へ遊びに来てくれて、嫁姑の関係も良好だ。子育てから解放されたと同時に訪れた夫と二人きりでの生活。新婚時代のように積極的にどこかへ出かけたりは年のこともありできなくなってしまったが、老後も二人でのんびり暮らしていきたいと考えている。しかし私はある点において夫に不満を抱えていた。この不満というのは最近になって浮上したものではなく、結婚当初から私の中でくすぶっていることだ。お見合いで出会った文雄は初対面の頃から人柄が良くて優しく、そうした面は今も変わっていない。昔から家事や育児にも積極的に関わってくれており、悪い人ではないのだが、ただ一つだけ大きな欠点があった。それはとにかく見栄を張りたがる性格ということだ。そのためならばどれだけお金がかかろうとも頓着がない人なのだ。文雄は少しでも周りからよく見られようと突然思いがけない行動に出ることがしばしばある。息子たちが自立して一人暮らしを始めるという時も、いいか、男ってのは住まいが重要なんだ。などという謎理論を並べ、継続して支払うことはまずできないであろう家賃の物件を選ぼうとしていた。もちろん私は猛反対し、息子たちも同調してくれて、その時はなんとか事なきを得たのだが、見えっ張りでお金に糸目をつけない文雄の性格は若い頃から全く変わっていない。家計のことを文雄に任せてはいけないと早い段階で危機感を覚えた私は、結婚直後に彼を説得し、お金の管理を一手に担っていた。おかげでこれまで大損害を被ったことはない。文雄の見えっ張りな性格さえ直ってくれたなら、彼との生活に不満はないのだけれど、文雄ももう62であるし、今から性格が治るとは考えにくい。さらに文雄の稼ぎは決していいとは言えなかった。彼は長年家電量販店に勤めているのだが、出世欲がないまま60代に突入してしまった。おかげで給料はこの年になっても若い頃とほぼ変わらず、私たちの生活は裕福とは言い難い。
文雄の稼ぎだけでは少々苦しいため、私も結婚してからはずっとパートに出て家計を助けている状況だ。近頃は家事とパート、それから現在私の母親が入院しているのでお見舞いに行く日々を送っている。母は末期がんと診断されており、すでに余命も宣告されている。今は緩和ケア病院にいるのだが、最近容体が安定しておらず、私もそろそろ覚悟を決めなければいけないと思っているところだ。そんなある日のこと、夫婦二人で夕食を食べているとき、そういえばと前を置いて文雄が口を開いた。母さんの容体良くないんだろう？え？そうね。もう長くはないと思うわ。文雄が私の母のことを話題になすなんて珍しい。実の親ではないからか、文雄はあまり病院には足を運んでいなかったため、たとえ彼が気遣いで言ってくれたのだとしても、私はムッとしてしまった。気にかけているというのなら、休日にでも一緒に病院に行くそぶりくらい見せてくれてもいいのに、と思ってしまう。母さんのこと、竹雄も心配していたぞ。竹雄さんが？竹雄というのは、文雄の17歳年下の弟だ。彼は結婚しておらず、現在はこの自宅から徒歩数分の場所にある実家で一人暮らしをしている。義両親はすでに他界しているが、年の離れた弟と仲がいい文雄は、今でも頻繁に実家に立ち寄っているようだ。文雄は今日帰宅が少し遅かったから、おそらく実家に寄って竹雄と話をしてきたに違いない。私は竹雄とはあまり交流がないため、彼らが普段どんな会話をしているのか詳しくはわからないが、文雄にも息抜きが必要なのだと思う。文雄は昔から弟の面倒をよく見ていて、兄弟仲が良かったから、年をとっても話題が尽きないのだろう。そう思って、これまで私は文雄の行動を黙認していた。しかし、私とほとんど交流がない竹雄が母の心配をしているなんて。不思議なこともあるものだと感じたが、母を思いやってくれるその気持ちはありがたかった。それから数日後、パートを終えて帰宅した私のもとに一本の電話がかかってきた。連絡をしてきた相手は母がいる緩和ケア病院のスタッフだ。嫌な予感を覚えたが、心を落ち着かせて話を聞く。やはりと言うべきか、スタッフから告げられたのは母が逝去したという報告だった。そうですか、わかりました。すぐにそちらへ向かいます。私は声が震えてしまうのを耐えながらそう伝えて電話を切り、すぐに病院へ向かった。余命はすでに宣告されていたから、事前にいろいろと準備をしていたものの、ショックがなかったというわけではない。病院に到着して静かに眠る年老いた母の姿を見た瞬間、涙があふれた。だが、最近は容体が安定せず、苦しそうな様子も見てきたから、ようやく楽になれたのだと考えると、ほっと胸をなで下ろすしかなかった。お母さん、お疲れ様。悲しい気持ちと安堵が混じり合う中、私は言葉に詰まりながらも母に語りかけ、最後のお別れを言ったのだ。母の葬儀を終えてからも私はしばらく落ち込んでいたが、文雄や息子たちの支えもあって徐々に元気を取り戻していった。そして母の遺品整理や実家の片付け、もろもろの手続きなどをしながら日々を過ごし、1ヶ月ほどが経った頃、今日は休日なのだが、文雄は朝から実家に行っており不在だった。私は午前中に食材の買い出しを済ませ、お昼過ぎからは掃除機をかけて一息ついていた。ふと時計を見てみると午後2時前。
もう少しだけゆっくりしようと思っていた時、玄関のドアが開く音がして文雄が帰宅した。文雄はやけに上機嫌で、何かいいことでもあったのかと私は尋ねた。すると、なんと竹雄が結婚することになったという。まあ、竹雄さんもついに結婚？よかったわね。おめでとう。現在竹雄は45歳で、もう若くはない年だ。交流が浅いとはいえ、夫の弟だから、私も彼のことを心配していたのだ。結婚する相手は、2年前に紹介されたことがある京香という女性。確か竹雄よりも3つ年下で、一度しか会ったことがないが、穏やかで優しい印象の人だった記憶がある。それでな、鈴子。母さんが亡くなってまだ日が経ってないうちからこんなことを言うのは申し訳ないんだが、私は素直に嬉しいと感じたのだが、そう切り出した文雄に胸騒ぎを覚えた。文雄が申し訳ないんだがと前置きするときは決まっていい話ではない。長年連れ添った嫁の勘というやつだろうか。夫の次の言葉を聞くのが怖かった。竹雄に祝い金として700万円渡そうと思ってるんだ。文雄が何を言っているのかすぐには理解が追いつかなかった。突然の予想もしなかった話に戸惑ったが、私は必死に首を横に振る。そんなまとまったお金なんて用意できるはずないでしょ？何言ってるんだ。できるじゃないか。母さんの遺産で余裕だろう？悪びれる様子もなく笑いながら言った文雄。しかし私はその言葉に口を半開きにしたまま凍りついた。頭の中が真っ白になり、とっさの反論が出てこない。お前宛ての郵便物とか保険証から金額を調べたんだ。お前、いくら家の金のこととは任せているとはいえ、遺産のことを黙ってるのはひどすぎないか？文雄が呆れたように言う。文雄に知られたら面倒なことになると思って話していなかったのだが、私の母はがん保険に加入しており、私を保険金の受取人にしていたのだ。堅実な母の性格を私も受け継いだと言える。絶対に黙っていようと思っていたのに、文雄は私宛ての郵便物などで目星をつけていたらしかった。さらには年末調整の時に文雄に渡した保険証書から保険内容まで調べたようだ。そこから700万という具体的な金額を割り出したみたいだが、実際には母名義の保険もあるため、金額はもっと高額になる。遺産の本当の額を文雄に知られようものなら、想像するだけで恐ろしい。きっと目の色を変えてあれこれと要求してくるに決まっている。私はそのことは絶対に漏らすまいと誓い、深呼吸を一つして文雄を睨んだ。ご祝儀に700万なんて聞いたことがないわ。そんな大金一体何に使うのよ。もちろん結婚にお金がかかるのはわかるが、いくらなんでも結婚祝いに700万だなんて非常識すぎる。信じられない思いで私が追及すると、文雄は申し訳ないと思う態度など全く見せずに話し始めた。結婚式の費用の他に実家の修繕も必要なんだ。結婚を機にリフォームしたいって竹雄が言ってる。それから親戚や知人とか職場とか各所への挨拶もしなきゃいけないだろう。だから少なくとも700万は必要なんだよ。文雄の説明でお金の使い道は理解した。しかしそれを踏まえて考えたとしても、45歳の竹雄にはありえない金額だ。しかも文雄はその700万円をまるで自分のお金であるかのように竹雄に渡そうとしている。そんなの絶対に首を縦に触れるわけがない。なぜ同じ屋根の下で暮らす私ではなく、すでに自立して長い弟の肩をそこまでして持つのだろうか。
ふざけないで。だからってどうして私に言うの？頼むよ、鈴子。これまで俺は弟に何もしてやれなかったから、結婚祝いは盛大にしてやりたいんだよ。たとえあなたの弟でも、そんな大金ポンと渡せるわけがないじゃないの。文雄が頭を下げてきても、私は自分の主張を譲らなかった。対して文雄も全く折れる様子はなく、事態は平行線のまま、場の空気だけが悪くなっていく。そんな時、狙いすましたかのように家のインターフォンが鳴った。私はなんだかこれからさらに悪いことが起きそうな予感を覚えたが、こういう時に限ってその予感は当たるものだ。出迎えも待たずに家に上がってきたのは予想通り武雄だった。こんなにタイミングよくやってくるくらいだ。おそらくは事前に文雄が今日私と話をするということを伝えていたのだろう。武雄さん、どういうことなのか説明してもらえるかしら。結婚に関してお祝いの言葉をかけるよりも先に、私は議定に詰め寄った。文雄が、ちょうどお前のことを話していたんだ、とのんきに付け加えると、武雄はにやりと笑う。ならちょうどよかった。俺もお金のことで話があってさ。そう言った武雄は、テーブルの上に一枚の紙を置いた。私がうんざりしながら確認してみると、それはもろもろの見積もりが書かれた明細書だった。確かに記載されている金額の計算は合っているが、到底納得できるものではない。姉さん、親の遺産が入ったんだろう？来月には式場にお金を納めないといけないんだ。近いうちに700万を現金で用意してうちに持ってきてくれ。武雄は申し訳なさそうにするでもなく、そんなことを言い出した。私がお金を用意して当然だと言わんばかりの態度を取るのは文雄とそっくりだ。日頃ほとんど話したことがない私になぜ平然と頼めるのか理解に苦しむ。それじゃあよろしく。俺結婚式のこととかで忙しいからもう帰るよ。ちょっと、武雄さん、待ちなさい。私は武雄を呼び止めたが、当の本人は明細書を取ると逃げるようにしてそそくさと立ち去っていった。玄関のドアが閉じる音がした直後、私は両足の力が抜けてしまってガクンとその場に崩れ落ちた。力なく文雄を見上げると、彼は決して私と目を合わせまいとしているのか、顔を背けている。私は驚いて呆然としてしまい、文雄と話す気力がなかった。文雄の方も気まずさからか話しかけてくることはなく、部屋の中には重苦しい空気が満ちている。私の知らないところで勝手に話を進めていた文雄に対する信用は、この時一気に崩れてしまった。いくら見えっ張りだからといって弟のためにここまでするなんてどうかしている。あまりにもショックが大きくてしばらくの間呆然としたまま動けずにいると、気づけば外が薄暗くなっていて、文雄が部屋の電気をつけた。時計を確認してみると、もう夕方の6時を過ぎてしまっている。夕飯の支度に取り掛からなければいけないのだが、動く気力が全く湧かない。そんな時、再び家のインターホンが鳴った。またこのタイミングで一体誰だろう。出迎えに行く気力もなく、顔だけを上げると、すぐさま焦ったような荒い足音が近づいてくる。息を切らしながら家の中に飛び込んできたのは一人の女性だった。私はどこか見覚えのあるその人の顔をしばしの間見つめ、やがてハッとした。あなたは京香さんよね。この女性は武雄の婚約者の京香だ。過去に一度会ったきりだったため、すぐには思い出せなかったが間違いない。しかし穏やかで優しそうだと印象づいていた彼女の表情は
今はひどく切羽詰まっているように見える。お久しぶりです。実はお話が。一体どうしたの？そんなに慌てて。私が立ち上がって尋ねたとき、廊下から再び荒い足音がした。京香の背後から姿を現したのは、昼間来たばかりの竹雄だった。京香、ちょっと待ってくれ、落ち着け。京香をなだめにかかった竹雄は、昼間とは打って変わり、ひどく焦っているように思える。しかし京香は、竹雄を時折睨みつけ、私に顔を向けた。この人が要求したお金のことで謝りたいんです。本当にすいませんでした。と、泣き叫ぶように言った京香が、私に深く頭を下げてくる。どういうことなの？私がそう聞くと、顔を上げた京香の腕を竹雄が引っ張った。ごめんな姉さん、さっき京香と些細な言い争いしちゃってさ、姉さんには関係ないことだから気にしないでくれよ。竹雄は笑ったが、その顔は引きつっている。竹雄、うちはこれから夕飯だから今日のところは京香さんを連れて帰ってくれ。ここに来て昼間から一言も喋らなかった文雄が口を開いた。夕飯支度なんてまだしてないというのにいきなり何を言い出すのだろうか。京香は不服だというように文雄を睨みつけ、竹雄の腕を振り払った。それから顔を竹雄に向けて、文雄さんもあなたもろくに努力もしていないくせに人様の遺産をお祝い金にするなんて人として恥ずかしくないの？と京香が叫ぶと、文雄と竹雄は同時にえ？ととぼけたような声を上げた。京香、急に何を言い出すんだ？京香の言葉に動揺する兄弟を無視して彼女は私に向き直り、悲痛な面持ちで口を開く。私たち結婚式なんて挙げる予定ないんです。京香ははっきりと言ったが、私は理解が追いつかなかった。彼女が言うには、自分たちは熟年結婚であるため、ひっそりと籍を入れる約束をしていたそうだ。さらには、各所への挨拶の予定もなく、自宅を修繕する話も、これまで一度も話題に上がったことはなかったという。最近になって、竹雄の金遣いが荒くなり、不審に思った京香が巧みに聞き出したところ、私たち夫婦からお金をもらえると白状したそうだ。近々700万もの大金が手に入るからといって、竹雄は調子に乗って貯金をほとんど使い果たしてしまったらしい。ねえ、竹雄さん、式を挙げないなら700万なんてお金、一体何に使うつもりだったの？私が尋ねると、竹雄はすぐに目をそらした。言えないのなら、詐欺として訴えることだってできるのよ。そう言って脅しをかけると、竹雄はビクッと肩を震わせて、恐る恐る私の方を向く。やがて観念したのか、実は、と消え入りそうな声で本当の理由を白状した。実は竹雄には多額の借金があるらしく、私のお金を使って返済する気でいたようだ。その借金に関しては京香も知らされていなかったようで、彼女の竹雄を見る目がさらに冷たくなった。婚約者の視線にいたたまれなくなった竹雄は、でも、とつっかえながら言い訳がましく口を開く。兄さんだって借金があるんだぞ。しかも俺よりはるかに額が大きい。そもそも姉さんのお金を俺たちの借金の返済に当てようって最初に言い出したのは兄さんなんだ。我をなくしたかのように叫んだ竹雄が実の兄を指さした。京香と同じく私はその事実を聞かされていなかった。一体いつから借金を抱えていたのか、総額はいくらなのかも全くわからない。今の話は本当なの？文雄を問い詰めると彼は目を泳がせるばかり。兄弟二人とも顔から冷や汗をだらだらと流しており、そうした反応から私は夫に借金があることが事実なのだと確信した。お祝い金を弟に渡すなど真っ赤な嘘で兄弟で山分けしようとしていたのだろう。見栄を張るだけにとどまらず、文雄は私を騙そうとしたのだ。私はもう耐えられず、ついに我慢の限界を迎えた。
兄弟揃って何してるのよ。お金の問題が絡んでくると、その人の本性がわかるとは聞いたことがあるが、まさかこんなことになるだなんて。そういえば、以前私の母が亡くなる直前、文雄と竹雄が妙に心配する素振りを見せていたことを思い出した。あの頃から二人は母の遺産を狙っていたのだと今ならわかる。これまでは文雄に対して不満はありつつも愛情が確かにあったから長年連れ添ってきたが、もうこの先は彼と結婚生活を続けていけそうにない。むしろもっと早く離婚を決めていればよかったと後悔した。そうしていたらこんなごたごたに巻き込まれることはなかったはずだ。いつも見栄だけは一丁前に張るくせに自分から率先してお金を稼ごうとはしなかったわよね。借金があるのならもっと仕事を頑張るとかそういうことは考えなかったの？それは考えたけど、でも文雄の返答は歯切れが悪い。私は長いため息をつき、覚悟を決めて文雄をきっと睨みつける。そんな努力もしないでお金をせびる人たちとはもう関わりたくないわ。あなた、今すぐ出て行って。あんたたち兄弟の借金の問題なんて私は知らないわ。堪忍袋の尾が切れ、うろたえる文雄に向かってそう叫んだ。続けて京香も竹雄を睨み、竹雄さん、私もあなたとはやっていけそうにありません。結婚の話はなかったことにしましょう。籍を入れる前にあなたの本性が知れてよかったわ。と告げ、彼女も竹雄と別れることになった。竹雄はなおも京香に追いすがったが、彼女は聞く耳を持たない。私と京香は一緒に嘘つきなボンクラ兄弟を家から追い出したのだった。その後、私はすぐに離婚届を提出。離婚が無事に成立し、この年で一人暮らしとなった。文雄は実家へと戻り、しばらくの間は竹雄と一緒に生活していたようだが、見栄と金銭管理能力のなさに拍車がかかって借金がかさみ、二人揃って夜逃げ同然で姿をくらましたらしい。別れてもなお、やっぱり性格は治らなかったようだ。むしろ私や京香のように彼らの暴走を止める人間がいなくなったことでタガが外れたのだろう。今はどこで何をしているのかわからないが、私はもう二度とあの兄弟と関わるつもりはない。何十年も一緒に暮らしてきた文雄に対して未練は残っていなかった。それに離婚後は二人の息子も定期的に家に帰ってきてくれるため寂しさはない。夫と離婚したと息子たちに伝えた時はさすがに驚かれたが、彼らも父親の生活を熟知していたからすぐに納得してくれた。というより、あの時の騒動を二人に打ち明けると、母さん、今まで苦労かけてごめんよ、と謝られた始末だ。息子たちが父親に似なくて本当に良かったと思う。つい先日、長男夫婦に子供が生まれた。元気な男の子で、私にとっては待望の初孫だ。長男夫婦が孫を連れて初めて家に遊びに来てくれたとき、私は孫のために買っておいたベビー服をプレゼントした。お友達と一緒に選んできたの。サイズは今のこの子には少し大きいから、もう少し成長したら使ってもらえると嬉しいわ。ありがとう母さん。大事に使わせてもらうよ。息子たちの笑顔を見るのは私にとって何よりも幸せなことだ。新たな家族が増え、残りの人生はより豊かなものになるはずだ。今後は孫の成長を見守りながら静かに暮らしていきたいと思っている。実は先日、母名義だった実家を売却したため、そのお金も私の手元に入っていた。保険金と合わせても老後を悠々と暮らせる金額だが、人生の張り合いとして
パートは今でも続けている。また、騒動があった日から京香とは連絡を取り合っており、彼女も二人の行方は全くわからないという。もう二度と関わりたくないわね。次はもっといい人を見つけてやるわ。京香とは時々私の家でお茶を飲みながら世間話をするようになった。そうね。私も次は金銭感覚がまともで嘘をつかない彼氏が欲しいわ。などと冗談を交えながら京香と談笑する日々は楽しい。先日、孫にプレゼントしたベビー服を一緒に選んでもらったのも彼女だ。京香とはこれからも交流を続けていきたいと思う。素敵な出会いはいつ訪れるかわからないものだ。そんなことをしみじみと考えながら、私は第二の人生を歩み出した。